ちゃう。割ともうすぐ着くよ。うん？食事するとこにもうすぐ着く。ほんと？うん。まーちゃん着いたみたいだよ。目的地は左側です。お疲れ。魚が食べられるってのがいいね。そんなに大きくないかな。色に分かるほどある。いかない。まあ、来てみないとだよね。まあ、基本は自分で食べる。全然 OK なんでね。もちろん、全部食べたかったらもちろん全部食べたらいいし。ありがとうございます。まーちゃん意外とコーヒー飲むよね。うん。意外なんだよな。コーヒーっきり飲んでる。紅茶ってあんまり好きじゃない。あ、そうなの。ばあちゃんが好きな緑茶とか麦茶に近いのはさ、コーヒーよりも紅茶じゃんね。そうだね。喫茶店に行くとさ、コーヒーは1杯しか出てこないけど、紅茶よくね、ポットで出てくるんだよ。だから紅茶はね、2杯飲めたりするところもある。お得感がある。そうだね。よかったね、ばあちゃん。魚もあって。うん。サバの塩焼き？サバの塩焼きよかったね。サバは好きですか、ばあちゃん。サバは好き？ばあちゃん、今日はご飯とお風呂、どっちが楽しみですか？どっちも楽しみだね。どっちもいいね。腰痛めたけどさ、こんなに早く来れてよかったね。そうだね。ばあちゃん、なんかさ、なんだ。ちょっと山っぽいとこに遊びに行った時もさ、まあいろいろ遊ぶとこがあったけど、ばあちゃんだけわらびを見つけるやいなや、みんなとはぐれて勝手に夢中でわらび取り始めてたのね。そうかや。黙々とそんなことやった。あったよ。なんだっけ。田舎育ちだもん。だからその、わらび見つけるやいなや、ばあちゃんがどっか行っちゃったから、キョロキョロしたら、わらびを片手いっぱいに握ってるばあちゃんがいたとか、そんなことがあった。そういうとこに目がつくだよ。農家だしね、山菜にも目がないからね。うん。山の吹きだってうちの吹きより美味しいよ。お父さんがよく昔さ、タラの芽とか取ってきたよね、徳山に。一緒に行った。今あんまりタラの芽って取れないっていうかなんか。みんなもう木倒しちまうもんで、次の年ないで、高いもんでね、高くて取れないもんで木を倒して取ってくる。あ、そううん。タラの芽取るために木を切っちゃう。切っちゃう。翌年からは取れない。出ないでね。で、取って天ぷらとかにして食べたの？美味しいよ。タラの実の天ぷら最高なもん。ばあちゃんさ、花より団子だけどさ、紅葉と団子だったらどっちがいいの？そういう大人に。団子はうちにいても食べられるのに、紅葉は外になきゃ食べて見られないで、紅葉かな。あ、そうなんだ。昔はよくさ、なんか、お寿司とか、おにぎりとか作って、持ってて。で、なんか公園とかね、どっか出かけてって食べたよね。みんなが、ヒロたちがちっちゃい頃。そうなんだ。結構こう、作って持ってった気がする。まあ、公園が多かったんかな。別にうちテーマパークとか行かなくてさ。なんか普通の芝生な公園とかね。そうそう。遊びに行ったっていうか、田植え稲刈りのイベントだったんで、うちには。そこで。秋のイベントね。そこで、お茶飲んだり、田んぼでお茶飲んだり、ご飯食べたりしたね。稲子は虎なんだね。稲子？稲子は虎なんだ、誰も。取った時もあったけどね。取った？昔はね。昔取ったよ、子供たちが面白がって。ただ食べなかっただけで。取るのと食べるのは別です。気持ち悪がって食べなかった。捕まえたやつを虫かごにたくさん捕まえて、で全部ばあちゃんに渡して、ばあちゃんが全部フライパンで甘辛くいって、でまあ、ちょこっとだけ食べたけど、やっぱり見た目がイナゴだからさ。イナゴだと思うでね。
だって形がいなくなるもんね。見た目と形がイナゴそのもの一致だからね。目隠しって食べればわかる。それって本当に食事と言えるのか、それは。口に入れたらギザギザが痛いもん。でフライパンで言ってたよね、イナゴ。そうだよ。フライパンでしょうん。技術がいるよね。そう。急いすぐで。出して。飛び出しちゃうでね。でポップコーンみたいにさ、そうそう。ポン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 言うんでしょ。茹でる場合もあるよね。茹でる。ずーっと伸びるでね。昭和は強いわ。もう、すごい。もう昭和だけど無理です、まだまだ。カリカリにいらなきゃ美味しかないで。ちょっと柔らかいのじゃ美味しかない。で、茹でるのはまーちゃん、今でもあったら食べたいと思う。うん、食べたいと思う。そうなの。今だってイナゴいるがね。いるいる、たくさんいるよ。うん。たまに売ってんじゃないイナゴの甘辛焼き。いる。はい。ね。あと、蜂の子とか、名物だよね。うん。うちの子さなぐ。そうそう。ではいるよね。蜂の子なん高級だよ。美味しい。なんか、覚えてはいるけど。栄養はすごいらしいよ。うん。すんごいすごく高い。美味しいわ。なんかもさもさしたような気がする。そうだと思う。うん。もさもさしてたね。イナゴだってそうだけどね、足がボサボサしてる。足は痛い。引っかかるね、この足はトゲトゲだよね、確かトゲトゲ。に。ばあちゃん、今日はね、お店来たからイナゴとかハチナゴじゃなくて、美味しいもん食べましょう。いや、それの方が高級じゃん。そうだよ、注文してみ。お店に来てはね、イナゴ恋しがる。ほんと、ばあちゃんはサバの塩焼きとミートコロッケがあるから。具の海鮮丼ミートってやなんだよ。お肉。うん。具の海鮮丼も、ばあちゃん欲しかったらちょっと分けてあげるよ。うちはどんなに古くなっても古民家にならないよ。あの食べ方じゃならない。古民家って言えるような建物って立派最近少なくなったね。梁とか立派なうちだよね。そうそう。うん。めっちゃ太いもんね。うん。今こんな太い針使わないもん。太い方がやっぱ上等なの。うん。しっかりしてるじゃん。ああいう戸とかうちにもあったよね、戸。なんかあんな感じだったね。昔の家はね。建て直す前に。刺身？何の刺身だよ。いただきます。いただきます。まあ、じゃあなんか、多くて食べられなさそうであれば、こっちになんかいらないやつをよこしてください。食べきれそうなら全部食べちゃっていいし、もちろん。ご飯はつかないわけ？何？ご飯。お母さん大好きなご飯。ですよね。いらないわ。いらない。天もでいらないの。硬いから。こちらね、ボウルを醤油ご利用でしたらね、こちらのお皿をお使いください。野沢菜の漬物だ。そう。珍しい。珍しいね。甘い。ご飯がないで、おかしいなと。確かにね。はい、ありがとう。で、この、いらないものは、お母さんデザートだった。食事を終えましたら、お腹のご用意しますね。はい、ありがとうございます。じゃあサラダこれ全部いらない？いらない。全部いらない。あ、そう。あとは食べられそう。あと半分かな。カリカリだ。カリカリ半分。
カリカリで美味しそう。ね、すごいね。うん。じゃあ、ここに乗せて。はい。ちょっと、お刺身食べる？ここにある。ある？うん。あ、もう一種類じゃんね、お母さん。ツーファミリーの店。え？ツーファミリーの店。ソースはないから。ソース？あ、ここにある。忘れてない。うん。おばあちゃんと。うん温泉旅行。このソこれソース？そう。さ、写真。ばあちゃん、ばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。はい。食べる方に夢中で。まだ食べてない。うん、美味しい。最後、新鮮だ。うん。父ちゃん、コロッケって好きだっけ？好きだよ。カリカリの糸に食べなきゃ美味しかんの。ああ。出来たてコロッケってね、うんなかなか食べれない。お母さんよくコロッケ作ってくれたよね。そうかや。僕たちの食べに行った時。私いつもすごいなって思ってたもん。コロッケってめんどくさいじゃんね、作るの。じゃがいも潰して。そうでもないさ。いやいやいや、めんどくさいって。私、ほぼ作ったことないもん。1回か2回しかない。今まで。そうですね。どうですか？カリカリのコロッケが。はい。うまい。よかったね。ミートコロッケっていうわけだけど、なんかひき肉とか感じる？あ、今だけ。芋だけ？入ってるよ、入ってるよ。お肉入ってるひき肉いる？わからない。久々のせいかな。コロッケってこんな美味しいんだね。結構いろんな種類のおかずがあって豪華だね。うん。珍しい匂いだ。珍しい。うん。これもすごい綺麗だよね。綺麗だね。芋の旨味もすごく感じるし、噛んでると、やっぱひき肉の、なんだ、味というか旨味すごく感じる。本当にね。サバどう？美味しい？美味しい。柔らかい。結局柔らかいかどうかが一番大事だもんね。うん。ですね。この間焼肉屋さん行ったじゃんね。うん。焼肉。うん。あれで、おばあちゃんが食べれそうなのが1個だけあって、うん何つったっけ名前？貝の実と上カルビ。上カルビだ。上カルビがうん口の中に入れると溶ける感じ。うん。あれはおばあちゃんも食べれるね。なんかこう見た感じ、赤身の中に、こう、なんていうの、白い、霜降りっていうの、白いのが、うん。脂、油身がいっぱいあって、うん。溶ける感じ。へえ。まあ、そういうのだったらね、お母さんも食べれるよ。なんか肉だけどね。うん上等なやつ。あの時ばあちゃん誘ったけどさ、いらないって言って行かなかったじゃん。だけど、ばあちゃんが食べられそうな肉を探そうと思って、まあいろいろ頼んでみたのね。うん。そしたら貝の実ってやつと上カルビってやつ
どっちもいい部位なんだけど、うん。それちょこっとだけ食べたら、それはすごく柔らかくて、おばあちゃんでも食べられるなと思った。だから今度は、行ってそればっかり食べたらいいんじゃないか。高いわ。お母さんどうせそんなに食べないから、高いって言ってもね、知れてるんだよ。二切ればかりでいいんで。そうそう。大丈夫や、見切れくらいしか出てこないから。ちょこっとずつ出てくる。あといいのご飯おかわり無料なんですご飯おかわり無料。ご飯とスープだけ。おかわり無料なの。お母さんの大好きなご飯なの。残念だね、食べられなんで。なんかね、おかわりしてやるからいいよね。いやいや、僕もおかわり無料なんだから。自分でおかわりしたらいいよ、そしたら。みんながそうみんながそう。あと、熱いほうじ茶かなんかがずっと飲み放題。それも特にお金かからない。お茶何杯も飲んでたよ、僕は。この間はお誕生日だから、お誕生日でハガキが来たんだよね。デザートがつきますとか、来てくれるとね、このハガキ持ってくるとデザートがつきますとか、このお肉無料でつけますとか言って、ハガキに釣られて行ったの。で、3人分あったから、ヒロと、パパと、ユウトで、3枚。この3人。よかったよ。食べて、今日は食べて終わりじゃなくて、この後お風呂の楽しみもあるから。乳白色ってなんとなくテンション上がるよね。いいね、まだ。もう一個お楽しみある。よかったね。これだけでも満足だけど。今日はこれだけじゃ返さない。おばあちゃんまだデザートのゼリーあるしね。そう。美味しそうだね、すごく。コーヒーもある。コーヒーもあるね。ばあちゃんはデザートですか？僕はまだご飯食べてる。どうぞ、ごゆっくり。ありがとうございます。お刺身美味しい？めっちゃ甘い。見た感じすごいいい刺身。強いし。長野県じゃないみたい。長野県のお刺身ってすごいよね。そうだね。全部。タイの刺身が初めて食べた。そう言われてみればあんま食べないね。すごい暑かったね。まーちゃんコーヒーいる？コーヒー持ってきてもらう？よろしいですか？はい。普通ならもういらないけど、いる？いや、僕はコーヒーは飲まない。飲まないです。飲む？まあ。いらなかったらパパに一口もらったどうもいらないわ。どうもいらなかった。ゼリーも食べたしね。お弁当も食べたし。ゼリー食べたらお腹いっぱいになる。コーヒーの香りは楽しめたしね。道歩いててコーヒーの香りすればほんといいなぁと思う。そうなの？結構コーヒーの香り好きなんだって。さ、お茶屋さんの前通ると、お茶のいい香りするじゃん。あれってさ、多分なんか機械かなんかで出してるって聞いたことあるんだけど、お茶の香りかなる本当に。あんなにしない。あんなにしないよね。なんかこう、機械でね、出したんじゃない？めちゃめちゃいい香りするもんね。そう。あれでもう入りたくなる。お客引くため？お茶屋さんに入りたくなる。めちゃめちゃ香る。もしかして焼き鳥屋とかもそう？匂いで引きつける？めちゃめちゃ焼き鳥屋はいい匂いがするんだけどさ、そういえばそんなに匂いはしないかも。焼き鳥時代からは。かもしれないね。すごいな。これ、もらってって。巻き。え？何を持ってるの？
名前忘れちゃう。ね。ああ、名前もらってくる。おじさんたちをまた呼ぶために、そういう、なんか、それをもったいないっていうのかな。そういうわけじゃない。また名前は覚えておいて、おじさんたちとまた来るんだよね。喜んでもらえたらいいね。海鮮丼うまいから、次頼んでみて。マジでうまい。いただきました。ごちそうさまでした。美味しかったです。サバも油っぽかった。ほんと。なんか量がそんなに多いわけじゃないけどさ、質がすごく高かった。ばあちゃんのさ、満足できる料理っていうのは結構ちゃんと美味しいやつ。結構おばあちゃんあれじゃん。気に食わないとバスバス言うじゃん。油が全然乗ってないとかさ。骨ばっかだとか硬いとかさ。じゃあ次はばあちゃん。二つ目のお楽しみのお風呂だね。お風呂。乳白色の。初めてだな。そういうとこあるけど。温泉行くのは、腰痛める前だから久しぶりになるよ。久しぶりだよ。ね。どこ行ったまんまで。じゃあまあゆっくり、当時って言うのかな？そうだね。当時してください。当時ってのは止まってやってるののことでしょ。あ、そうなんだ。じゃあ当時とは言わないか。言わない。日帰り当時。意外。まあお風呂でゆっくりしてください。まーちゃんこれから二つ目のお楽しみだね。そうだね。1時間以上時間取ったので、ゆっくり入ってください。じゃあねー。はーい。まーちゃん。おはようございます。いいよ、いつね。よかったね。もう一回来たい。ゆっくりできた？ゆっくりできた。温度もいいし。泉質も良かったね。誰もいないんだ。そう、最初は貸し切りで、だんだん増えてって。最初の時、露天風呂からずっとおばあちゃんと母さんの話し声ずっと聞こえてた。だいぶ喋ってた。そんなに近かったか。久々の温泉は腰にも効いたかね？効いたね。効いた。まあ、気持ちよかった。ああ、よかったね。ちょっと遠くてな。この後アイスでも食べる？そうね。食べてもいいし食べない。風呂上がりのアイスはうまいよ。やっつかないで。まあね。ないね。でも僕食べたいな。食べるし。まーちゃんもどう？食べるか。食べるか。お付き合いするか。買ってきて。売ってるか、ここで。売ってると思うよ。温泉なら。ちょっと見てくるか。っていうか、アイスはね、高いからやめました。帰りましょう。食べない。ばあちゃんじゃあ、ゆっくり帰って。しっとりやらないよ。いいよ。ゆっくり。ゆっくり寝ていってください。結構時間あるみたいだから。ばあちゃん着きましたよ。もう着いた。着いた。お家。お父さん。めっちゃ寝てた。1時間半くらいかかったけど、覚えてないか。よく寝た。お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとう。いや、帰り早かったね。そうだった。
僕にとっては息もなしだったけど。この後は家でまたゆっくり寝るの？まだ寝れるかい。寝れそうだよね。お風呂の後よく寝れるからね。また寝るかもしれない。まあゆっくりしてください。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様、ありがとう。